こんばんはなのです。言葉の妖精ナミが今夜もそっとあなたの心に触れてみたいのです。今日はちょっと特別な夜なのです。なぜかというと、実はナミね、昨日すごく後悔したことがあったの。あの時違う言葉を言えていたらなーって。そう思った時、はっと気づいたのです。これって日本語の大切な文法と同じ気持ちじゃないかって。それが今日お話しするよかったという表現なのです。でもただの文法じゃないんです。これは心が成長した時に生まれる特別な魔法の言葉なのです。よかったはね、過去のことを振り返って、あの時こうしていればという気持ちを表す文法なのです。でもここで大切なのは、これってただの後悔じゃないということ。実はこの言葉が出てくるとき、心の中ではとても大切なことが起きているのです。それは何だと思いますか？答えは、本当に大切なものに気づいた瞬間だということ。つまり、よかったは、あなたの心が大きくなった証拠なのです。何かをしたいという気持ちを表す心の表現は、話すは話せばよかったになります。大切な人と最後に話せなくて心に残っているときに使うのです。行くは行けばよかった。これは友達のお誕生日パーティーに行けなくて、後で写真を見て寂しくなった時に使うのです。買うは買えばよかった。お母さんにプレゼントを買おうと思ったのに、忙しくて忘れてしまった時に使うのですね。会うは会えばよかった。遠くに住んでいる家族にもっと会いに行けばよかったと思うときに使います。勉強するは勉強すればよかった。テストの結果が悪くてもっと準備をしておけばよかったと感じるときに使うのです。連絡するは連絡すればよかった。友達が悩んでいたのを知って、もっと早く連絡してあげればよかったと思うときに使うのです。これは心の中で、あの時こうしていればって思うときに使う便利な表現なのです。でもちょっと待ってください。なぜこの気持ちが生まれるのでしょうか？それは今度は絶対に
ちゃんとしたいという希望が心に芽生えたからなのです。もっとこうだったらなぁという気持ちを表す心の表現は、優しいは優しければよかった。喧嘩したとき、もっと相手の気持ちを考えて話せばよかったと思うときに使うのです。早いは早ければよかった。約束の時間に遅れて相手を待たせてしまったときに使います。近いは近ければよかった。大切な人が遠くにいてすぐに会いに行けないときに使うのですね。強いは強ければよかった。重い荷物を持てなくて誰かに迷惑をかけてしまったときに使うのです。親切は親切であればよかった。困っている人を見かけたのに声をかけられなかったときに使うのです。ここで面白いのは、これって自分がどうなりたいかに気づいた時なのです。あの時違う状況だったらなぁという気持ちを表現する言葉は、元気は元気だったらよかった。風邪で大切なイベントに参加できなかった時に使うのですね。学生は学生だったらよかった。働き始めてからもっと勉強したいことが見つかった時に使います。休みは休みだったらよかった。友達と遊ぶ約束をしたのに仕事で忙しくて会えなかった時に使うのです。晴れは晴れだったらよかった。楽しみにしていた花見の日に雨が降ってしまった時に使うのです。時間があるは時間があったらよかった。好きな人と一緒にいるとき、もっとゆっくり話したかったのに、時間がなくて別れなければならなかったときに使うのです。実はね、ナミがこの文法を特別だと思う理由があるのです。それは、なんていうか、よかったと思える人は、実はとても優しい人だということ。なぜかというと、後悔できるということは、相手のことを本当に大切に思っているからなのです。例えば、もっと優しくすればよかったって思うのは、その人のことを本当に愛しているから。早く連絡すればよかったって思うのは、相手を心配させたくなかったから。つまり、この文法の奥には深い愛情が隠れているのです。似ている言葉を話しますね。
ばよかった vs たらよかった。実はね、この2つはほとんど同じ意味なのです。でも微妙な違いがあるのです。勉強すればよかったは強い後悔の気持ちを表すのです。勉強したらよかったは柔らかい後悔の気持ちを表すのです。どちらを使っても大丈夫ですが、ばの方が少し硬い感じがするのですね。ばよかったバーサスといい。これは時間の向きが違うのです。早く来ればよかった。過去への後悔を表すのです。早く来るといい。未来への希望を表すのです。過去を見ているか未来を見ているかの違いなのですね。ばよかったバーサスべきだった。勉強すればよかった。個人的な後悔の気持ちを表すのです。勉強するべきだった。責任や義務の強い気持ちを表すのです。べきだったの方がもっと強い責任感を表すのです。友達がテストどうだったって聞いてきたとき、ダメだった。もっと真面目に勉強すればよかったって答えるんですね。お母さんが風邪をひいて薬を早く飲めばよかったって言うのです。喧嘩した後であんなに怒らなければよかったっていうのですね。ここでナミがあなたに伝えたい大切なことがあるのです。ばよかったって思えるということは実はとっても素晴らしいことなのです。なぜかというと、それは今あなたがよりいい人になろうとしている証拠だから。過去を振り返って反省できる人はきっと未来を変えることができるのです。疑問文ではどうすればよかったと思う？何を言えばよかったかなと相手にアドバイスを求めるときに使えるのです。でもナミが一番伝えたいのはばよかったは今を大切にする魔法の言葉としても使えるということなのです。後で言えばよかったって思わないように今伝えよう。やればよかったって後悔しないように今始めよう。会いに行けばよかったって思わないように今会いに行こう。
そうやって使うと、過去の後悔じゃなくて、今を大切にする呪文になるのです。これって素敵だと思いませんか？実際にナミも最近この使い方を覚えて毎日が変わったのです。朝起きたとき、今日も何もしなければよかったって思わないように、小さなことでも何かしてみる。夜寝る前に、今日あの人にありがとうって言えばよかったって思わないように、ちゃんと感謝を伝える。そうすると不思議なことに、よかったがしてよかったに変わっていくのです。今日の言葉ノート。今日の言葉よかった。過去を悔やむ言葉じゃない。未来を変える希望の言葉。よかったがあるから、次はしてよかったになれる。それが言葉の魔法なのです。今夜あなたと一緒にこの文法を学べて、ナミはとっても幸せでした。もしも今あなたの心によかったがあるなら、それを恥ずかしいことだと思わないでくださいね。それはあなたが優しい人だという証拠。そして成長しようとしている証拠なのです。文法を覚えることも大切だけど、その奥にある心を感じることがもっと大切なのです。ナミは信じています。今日学んだことがあなたの明日をもっと素敵にしてくれることを。今度はあの時ナミの動画を見てよかったって思ってもらえるように、ナミももっともっと頑張るのです。じゃあまた次の夜に。